皆さんこんにちは。フレーム東京の石川です。はい。で、今使ってる僕のカメラは、ライカ M10 モノクロームです。僕がライカを7年間使い続けている理由をみんなと共有できたらなと思います。その1、ポイント&シュートで撮影できるっていうのが使い続ける理由のその1です。すべて撮影するときには事前にカメラの方で設定を決めておくので、被写体を見つけたときにもう瞬間的にファインダーを除いてシャッターを押すだけで撮れるっていう、その圧倒的な速さ、これが、一番大きな理由です。僕がライカを使い続ける理由その2なんですけど、設定ですね。ここに ISO 感度を変更するダイヤルで、ここが、絞りで、ここがシャッタースピードの設定ができるダイヤルがあります。で、普通こうやって上から見ると全部が見えるんで、歩きながらですね、その時の光の具合、日陰なのか日向なのか曇ってるのか晴れてるのか、あとはそのどのぐらいのフレームの中に被写体を収めるかによって ISO 感度だったりとかシャッタースピードだったりとか絞り、そしてフォーカス距離っていうのを、あらかじめ歩きながら設定しておくっていうことができるっていうことですね。僕がライカを使い続ける理由その3、コンパクトさですね。ボディもそうなんですけども、レンズもこれ 90mm なんですけど、大きさだいたい手のひらよりも短いぐらいで、広角系とかだともう本当にこんなちっちゃいですし、でレンズを2本持ち歩いて、でここに1個つけて3本、この3つがあればだいたい望遠鏡と広角系と、標準系抑えられるので、こんなちっちゃい、サイズで持ち運びができるっていうことがやっぱり耐え難い。荷物が重いとどうしても疲労が溜まってきちゃうので、このコンパクトさっていうのは非常に大きな利点だと思っています。やっぱりデメリットっていうのもあります。そのうちの一つは万能ではないってことですね。はい。マニュアルでかつレンジファインダーで背面液晶も動かない固定なので、どうしても撮るシーンっていうか撮り方っていうのがやっぱり制限される部分があって、ハイアングルとかはもちろん液晶が見えなくなっちゃうんで勘で撮ることになりますし、ローアングルでも液晶モニターを正面から見ることが難しい、もし見るんだとしたらもう地べたにこうつぶせになるぐらいの感じになったりとかっていうことで、そこら辺もやっぱ使いにくいですし、かつマニュアルカメラなんでスポーツとかそういう動きが激しいものとかっていうものを撮るには向いていないのかなと思います。それがデメリットのその1ですね。で、使っていって感じるデメリットその2なんですけども、基本的にレンジファインダーなので、ここの絵がここで見れるわけじゃないんですね。なので、90mm とかっていう望遠側のレンズだったりとかになってくると、構図が取りにくいと。広角の方も、これ 21mm なんですけど、 21mm とかになっちゃうとこの
ブライトフレームって言ってこのフレームの枠がないのでどこまでが映る範囲なのかっていうのがわからないと。でそういう時どうするかっていうとこの背面液晶を使うんですけども、背面液晶を使うと電池の持ちが著しく悪いと、すぐなくなっちゃうということもあって予備バッテリーが必要になってくると。なので、僕はこの EVF 電子ビューファインダーをつけてます。電子ビューファインダーの方がなんとなく背面液晶よりもモニターが小さいので少しは電池の持ちが良くなるのかなっていう淡い期待を持ちながら導入したんですけど、体感的にはなんか電子ビューファインダーの方が電池の持ちが少しいいような気がしてます。でこれだと、普通に 90mm 使おうが 21mm 使おうがフレーミングとか構図とかも取れやすくなるので、ここら辺の極端なレンズを使う場合はこれがあった方がいいのかなと思ってます。そういう意味で35、50、あと28ぐらいだったらばこれなくてこれだけでいけるんですけど、そこら辺の、制限っていうのがちょっとデメリットかなと思います。デメリットその3、やっぱりね練習が必要になるっていうことですね。はい。オートフォーカスとかみたいに買って箱から出してビビビってオートフォーカスしてパシャって撮るっていうような感じにはならないので、このピント合わせ、二重像を合致させるピント合わせっていうのも慣れが必要ですし、先ほど言ったみたいにライカの良さ、スピーディーに撮るっていう良さっていうものを体感するには、例えばあらかじめセッティングを済ませておくということが必要になるので、その時の周りの明るさを見て、環境の明るさを見て、だいたいこのぐらいの質かなとか、あとは例えば被写体をこのぐらいのサイズで入れたいからだいたい何メートルぐらいのところにピントを置いといた方がいいなとかっていうのを目測だったりとか、その明るさの、強度とかっていったものをなんとなく目で感じ取れるっていうことができるようにならないと、多分不便なカメラで終わっちゃうと思います。ただ、だいたい慣れなので、だいたいこのぐらいで2メートルだなっていうのとか、このぐらいで1メートルだなとか、このぐらいで5メートルだなっていうのが分かるようになってきたりとか、今日は太陽がすごく強い晴れだからこのぐらいかなとかいうのがなんとなく分かるようになってくれば、あらかじめ設定しておくことが可能になるので、そうすると、これほど早くテンポよく、撮影ができるカメラっていうのは僕はないと思います。なので7年間ライカしか使ってない理由って結局そこなんですよね。他のカメラいろいろ新しいのとか出てきますけど、もう全然気にならないっていうか、これがあるからいいやっていう感じになるぐらい僕にとっては使いやすいカメラになってます。なのでね、その練習っていうのを、できる人には向いてるカメラだと思います。そこがそれしんどいな、めんどくさいなっていう人には全く向かないカメラだと思います。
はい、今日は、僕がね、ライカだけ7年間使って、感じたことについて、共有させていただきました。ライカね、興味あるなとか、使ってみたいなって思ってる人にとってね、なんか少しでも参考になればなと思います。本当にね、これ慣れればものすごく便利なカメラなので、おすすめしたいんだけれども、ただ先ほど言ったようにいくつかのデメリットの部分があるので、万人に勧められるって感じではないんですが、是非ね、誰かに興味ある方はですね、ちょっとお店で触ってみたりとかねしてね、ちょっと自分にフィットするかどうかっていうのも考えながら検討するといいんじゃないかなと思います。それではまた、フレーム東京の西川でした。